ご理解第17節。神の綱が切れたというが、神は切らぬ。氏子から切るな。切れたとまではゆかぬでも、切れかかっておる人がたくさんいるのではなかろうか。不平不足はおかげが切れる。神は綱を切らぬと。氏子から切るなと。昨日は面白い体験をさせていただきました。面白いというか、手応えを感じさせていただいたことでしたけれども、私どもがアメリカへ来させていただきましたのは、ニューヨーク布教というのが眼目にありました。ところが、成り行きからシアトル教会の後継ということになり、そしてまたそれが2004年にシアトル教会を出るという成り行きになり、そしてその後またすぐに大学に行くという成り行きになりました。その教会を出ることになり、そして本格的に英語の勉強をするということになったわけですけれども、それで2004年の8月に教会を出て、2004年の9月から大学に行くことになりました。家内ともども行くようになったのですけれども、私が卒業させていただいたのが2009年でしたか。で、家内が1、2年遅れて卒業させていただくことになりました。2010年でしたか。11年の春でしたか。それで、その2011年の秋口ぐらいにニューヨークへ行こうと、行ったらどうだというお話になりました。二代親先生からもお許しをいただき、さあ行こうということになりましたら、横槍が入りました。それでとうとう行けなくなりました。ある意味挫折しておったわけですね。そしてそれからあまり大した成り行きも起こることもなく、私の中ではもうどうでもいいかという気がだんだんできておりました。ママよといえばママよ、成り行き任せといえば成り行き任せという心ですね。当初の10年ほど前にニューヨークへ行こうかというそういう働きがあった時には、私がニューヨークに行きたいと、ニューヨークで布教活動をしたいという、それはその時は私の願いだったように思います。それから約10年、その思いが私の中でなくなり、この度は師匠に初代に喜んでいただきたい。ニューヨーク布教のお役に立つことが師匠が喜んでくださることだ。その師匠に喜んでいただくためにニューヨーク布教のおかげをいただきたいという新たな願いというのでしょうか、意欲というのでしょうか、それが湧いてきて、その願いを立てさせていただきますというのが昨日のお話でしたが、そうしましたら、その昨日の朝の後ですけれども、お話の後ですが、日本から航空小包が届きました。びっくりいたしました。と言いますのは、何ヶ月か前かに日本からアメリカ向けの郵便物というのは、いわゆる手紙ですね。手紙類を除いてはもう受付をしないと。コロナウイルスの影響ですね。ですからもう日本からは小包等はもう送れませんと
いう話を聞いておりましたから、昨日その航空小包が届いたのにびっくりいたしました。そして改めて思わせられたことですけれども、どうしてこういうことになったのだろうかと。後で気づかされたことでしたが、そういうことなのか。今朝お話をさせていただいたその師匠に喜んでもらいたい。その師匠が喜ばれることのためにニューヨーク布教の願いを改めて立て直そうと願ったあの願いが神様の心に通うたのだなと、その手応えをこうして日本からの航空小包として神様が受け取ったぞというものを見せてくださったのだな、こういうお働きになったのだなと、そう実感させられた次第です。そしてまた今朝は新中記念の時に何か来年は良い年になるというようなお知らせをいただきました。これは神様が私の願いを受け取ってくださって、何かしらそういう働きをくださるのかもしれない。そういう年になるのかもしれないなと思わせられております。なるほど。私の心が10年前から今の心根に、いわゆるその動機ですね、モチベーション、その内容が私の願い、ただ私の願いという願いから師匠に喜んでもらうための願いへと移る、変わるまでにやはり10年かかったということになりますね。そしてやっと初めて神様のお心にかなうようなそのモチベーションを持っての願いということになったのではないでしょうかね。神様がそれこそ10年かけて私の心を育ててくださったということにもなります。人の心が変わる、育つというのにはやはり時間がかかるものですね。そしてそこに神様のお心に通う心ができたならば、まさにそうだぞと言われるような、それこそ奇跡とも思えれるようなお働きがそこに起こってくるということですね。ありがたいことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。